じゃあその葉っぱの葉透かしフルッパ取りが終わったところで、ここから本番で針金掛けということで、基本太いとこから先にかけて、細かい枝にかけていくんですけども、1本の針金で基本2本の枝をかけていきます。基本ね。基本ね。それでよくかける前にご自分で観察してもらって、この枝をこう曲げたいとか、この枝を上げたいとか。まず針金かける前にその木の特性っていうか見どころがはっきりしてた方がかけやすいよね。そうでもない？見どころというと幹の動きとか。そうですね。盆栽には基本、正面後ろ、右左があるので、それに沿って見どころを引き出すというか、そういう針金掛けがいいですね。この木の特徴はどういったところですか？この木の特徴はこの、こっちが正面でね、右流れなんですけども、ここ、根上がりというか、ここの幹模様がいいので、ここを引き出しつつ、この流れが右流れなので、こう流れに沿ったそうですね、流れをはっきりさせて空間を出してかっこよくしていくと。でサイズがちょっとちっちゃめなんですけども、ちょっと棚とかできると、古さが出たり、風情が出たりしますので、1個2個棚は作っていきたいと思いますね。そうですね。はい。やっぱり棚っていうかこう空間がないとなんかクリスマスツリーみたいになっちゃってそうですね。それじゃ手入れすることもないだろうはい。っていう話になりますけどね。なんていうのかな。こうやろうかなっていうビジョンが湧かなきゃ針金掛けなんかやらない方が本来いいですよね。そうですね。こうやって完成図をイメージある程度したらこうアクションに入っていく。針金掛けでも植え替えでもそうなんですけど、木にはものすごい負担がかかるので、必要以上にやることはないですし、ビジョンがなければ逆にやらない方がいいと。この木のこういうことをやってもっと良くしようっていうイメージがあって針金掛けっていうのは必要だと思う。そうですね。はい。すいません、能書きがなくなりました。いい、まず太いところからかけていきます。かける時もなるべく葉っぱを巻き込まないように折らないようにゆっくり丁寧にかけていきます。動画の方が雑誌よりも失敗すると目立つね。カットしちゃうんだろうけど編集の力でなんとかこれね、小白だと大体銅線使いますけど、なんか意味あるの？銅線の方が硬いっていうのと、かけ終わって固まった時に戻りづらいっていうか動かないというか、またなんで臓器じゃアルミ線なの？臓器は別に銅線だっていいと思いますよ。でもみんな結構アルミ線使うよね。そうですね、曲げやすいんじゃないですかね。あと臓器は針金かけてる時に、アルミだと結構浮いちゃうというか隙間ができちゃうんですよね。
まあ諸泊はピシッとかけるからね、ひねったりね、雑木の場合ある程度そこまでやるかって人もいるけどまあある程度ね方向性を変えるっていうかね、そんなにねじらないよね。一番太いのが巻き終わりましたね、メインの。はい、で、まあ基本下枝からかけてって、邪魔な枝を下げながら、基本下枝からかけます。はい。なんで下枝からかけるの？まあ手が入るっていうのと、まあ、かけちゃえば下に下ろしてね、邪魔なんつうのかな、避けられるのでね。ホームセンターなんかでね、初心者の人がやるときに銅線なんか輪っかになって売ってるけど、まあ小泊だからって、まあかなりね厳密にやればまあもちろん銅線の方がいいんだけど、ちょっと始めたばっかりの人がやるならなかなか銅線売ってないんでね。そうですね。あと、銅線かけるのはやっぱ硬いんで難しいですね。慣れちゃえばね、指先の力っていうか、まあ何事も慣れですけど、アルミ線だと戻るよね、本当にね。こう決めたなと思っても戻るっていう。とね、ちょっと引っ掛けただけでもね、ふにゃって曲がっちゃうんでね。まあ基本、固める、もう一回これ外す時なんかは銅線っていうのはものすごい硬いですから、かけてる時はまだこの柔らかさでいるけど、一回生してね、この焼き銅線なんていうのも柔らかくなってますけど、もう一旦決まってしばらく置くとカチカチになってますからね。一回曲げると硬くなるし、古くなると硬くなるし、その分針金が効いていくんだろうね。そうですね。硬くなるからね。これは2本いけるね。2本いけるね。なんかやってね。やっぱり冬なんかも針金かけるとやっぱりダメージっていうかストレスを与えるんで、より保護した方がいいですよね。そうですね。まあ見た目に傷がなくても目に見えない傷っていうのは必ずあるので、必ず針金かけっていうのは、まあ前も言ったように、木にはものすごい負担がかかるので、寒中でね、なんか吹きさらしに置いといたりなんかしたらさすがに枝がポロポロ枯れていくとか、そういうことがある。やっぱり盆栽こういう手入れをして、その後ちょっと過剰に保護していくっていうことが必要ですよね。そうですね。なんかそれだけでよくね手入れやって終わるんじゃなくて、まあ手入れがスタートだもんね。一回これ出来上がってね、そのためのいい木を作るためのスタートを切ったような。今回は特に調整なんで、もともとある枝とかね、それを締め直すっていう針金かけだと思うんだけど、まあ普通針金かけっていうのはね、よく改作なんつってバツンって切ってやるのも多々雑誌等でYouTube 等で紹介されてるけど、基本この調整っていうのが重要なんですよ。本来の針金かけっていうのはこういう調整の方が大事ですね。調整とか調律とかね、いう言葉はあるけど。で、江戸の太さによって針金を変えてきます。
やっぱりその枝に合った太さの針金をかけないと効かないし見栄えも良くないよね。そうですね。プロの針金かけになるとある程度完成した時に美しさもいるから、ね、そういうところでずっとごつい太い針金で適当にいっちゃえなんていうのもよくやりますけど、なるだけね枝に沿った針金、枝の太さに沿った針金をかけていくと。あんま細いところに太い針金かけたら枝が傷みますし、かといって逆にね、太い枝に細い針金をかけても効かないです。効かないね。その辺はもう、でもこうさっきからそこの説明足りずやってるけど、枝と枝を本当に芯をまたぐっていうか効く針金かけをしてってるわけです、現行では。よくね交差しちゃうとか、あとは一回、巻きが足んないで針金の力で巻くやり方もあるかもしれないけど、あとここだけ巻きたいっていう、枝先だけここだけ巻きたいっていうんだと針金が結構効かないよね。枝元から曲げてって先端で効かせるっていう感じじゃないと思ったように効かない。よくねここだけって言ってとお客さんかけてるの見るけど、いやこれ全然効いてないしって思うなんでもう一回巻き直しじゃないかよっていうのはあるね。そうですね。焦らずね丁寧に基本に正しくやっていくしかない。だからこういうある程度以上のプロがやった針金かけっていうのは針金外す時も逆回転させて細い方、針金外す時は細い方から頭の方から外していくとスムーズに外れます、針金も。それも回転数っていうか無理な回転、変に途中で回転が変わるようなことがないので、目つぶってもだいたい外せます。基本できてるとね。できてない針金外す時はもう超イライラです。ここで回転変わるかとか、よくこの枝とこの枝かけてんなとか、昔から本があってね、本の通りやってくれれば一番いいんですけどね。説明で十分足りてると思うんでね。なかなかね同じ木は2つとないんでね、教科書通りにはなかなかうまくいかないんですけどね。でも針金かけで回転数変わると本当疲れるよね。ここで回転変わってんのかと思って。まだ五葉松だからね、針金が見えなくなることっていうのは少ないんだけど、黒なんか肌に埋まっちゃって針金見えない場合があるからね。またよくね、針金切りで針金外しちゃう、切って針金外しちゃう場合もあるけど、あれだと残ってると致命傷っていうのがあるんで、針金切りで外す場合はあれだね、ちゃんともう厳密に取ってもらわないと一箇所でも残ってるとそれは致命的なことになりますから、ぜひねこれから何十年も生きていく盆栽なんで気をつけてやってもらうと。そうですね。普段ラジオとかかけてやってるの？だよね。結構盆栽屋さんラジオかけてる人多いよね。多いですね。なかなかねテレビ見てはやれないんで。ね。全国的にラジオ聞かない人今いっぱいいるけどね。ラジオ聞いたことないとかほぼ聞かないとか、
のぶちゃん何聞いてるんですか？日本放送。日本放送。うち普段 TBS で土日になると FM 東京かな。うん。あれ変えるのめんどくさいんだよね。ラジオめんどくさいですね。めんどくさい。大して別に聞いてなくても同じチャンネルに入っちゃってる場合が皆さんもね一人でじーっとして集中力、今日は撮影ですからラジオかかってないですけど、じーっとこもってやってるんじゃなくて楽しくラジオでも聞きながらやってもらった方がそんなにね厳しい趣味じゃないですからね。ラジオでも音楽でもいいですけどね。音楽でもいいですからね、好きな音楽とか。ただ今使ってるのが太いんで17番、18、16番16、15だね。16、15。15番から21番ぐらいまでがさっきの細いの持ってきたので、22番22番。22番。その番数なんですね。で、よくね、まあ厳密にこう一番一番ある場合もいいんですけど、まあね、そんなにやらない人だったら一番抜かしとか。一番抜かしが多いですね。途中でどっちが太いか分かんなくなっちゃうんだよね。途中でどっちがなんか書いてある、すごいこういうの持ってんだ。こういうふうに決まってるそうです。大体だからね、ここでもそうですけど、基本的に商品防災やるとこれ大体商品で12番使うかな。使う？使わない。持ってるけどね。商品だとね、まあ使って15番とか16番、あとはね、今針金の太さだけじゃなくて引っ張っちゃうよね、あんまり太いとね。引っ張るこう針金で引っ張ったり、結束バンドで引っ張ったりしちゃうんで、今もうそこまで、まあ15番ぐらいでしょうね。まあ使う針金で、まあ心拍とか細いのかけるときは24番ぐらいまで使うかもしれないけどね、そこら辺の範囲で。結構また針金も値段高いんで、まあ24番なんかなかなか減らないけどね、太い針金なんていうとすぐ減ってっちゃうからね、使うとね。だいたい基本2キロ単位で売ってます、銅線もね。まあ詳しくは盆栽道具屋さんに聞いてもらえばそこら辺値段とか出てくる。まあだんだん今上がってるんじゃないの？すごい上がってる。すごい上がってる。19番が1ミリなんだ。1.5 ミリってないね。1.5 ミリない。まあ銅線、ニウム線は 1.5 ミリってあるけどね。番数だからやっぱりちょっと違うんだよね。この間水曜会に4番っての出てきたからな。誰買ってるか知ってる？4番の針金買う人。誰買ってる？千原さん？金氏。注文がたまに入るんだろうな、そういうもんもな。そういうのねえかとかたまにね。なるほど。4番不定ぜ。5番で6ミリだからな。6ミリの針金って釘より太い。
あらかた芯はかかりましたね。そうですね。あと細かい微調整。基本的に初めに必要な道具っていうのは針金掛けだとこの4点ぐらいで済んじゃうよね。あとまた間が入るぐらいかやれば。まあね、うんあとやっとことかね、うん、あればいいですけど、まあ、そんなに道具っていうのもね使わんね、針金掛けに。まあ基本針金切りさえあればなんとかなっちゃうね。枝抜くでしょうけどね。だんだん年取ってくるとね、眼鏡外したりかけたりとか、老眼鏡外したりかけたり外したりかけたりとか、俺なんかだともう近眼の眼鏡外したりかけたりとかやりづらくなってくるけどね。